こんにちは、ミツバチハニーのるみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はビーワックスを使ってビーワックスクリームを作っていきたいと思います。で、今回作るビーワックスなんですけれども、実は先日も作ってありまして、こんな感じでもうだいぶ使ってしまったんですけれども、すごく良くて、もうテンション上がりながらお掃除ができたので、これは将来的には商品化しようと思っています。で、今日作る時にはまたちょっと変えたレシピで作ってみたいと思っています。で、このビーワックスなんですけれども、何に使うかっていうと、家具とかですね、木工製品であったりとか、あと、ハサミとか、そういう道具ですね、に使ったり、あと革製品にも使えますし、あとキャンピンググッズなんかにも使うことが可能です。それでは材料の方を説明します。それではまず材料の方から説明したいと思います。まず必要なのがビーワックスになります。これが、うちで作った生成したビーワックスなんですけれども、豚さんの形をしているんですけれども、これは私が生成して型に流したので、こんな形になっています。2、3ヶ月前にこれを生成したので、まだとっても色もとても黄色いです。で、このビーワックスを使うのと、あと今回はこのリンシードオイルって言って、これはアマニ油なんですけれども、この、ローって書いてあるんですが、ここに。これは一番生に近い状態の油になります。これアマニ油なんですけれども、アマニ油ってフラックスシードとも言って、私も結構キッチンで使ってるんですけれども、こういうフラックスシードとか、こういうフラックスシードパウダーですね。以前スーパーフードって言われていて、結構話題になったものなんですけれども、その時から結構使っているオイルです。その、アマニオイルで、リンシードオイルとも言うんですけれども、そちらの方を使いたいと思います。で、リンシードオイル実は3種類ぐらいあって、このローって書いてある生のやつと、あとスタンドっていうのとボイルドっていう3種類あるんですけれども、スタンドっていうのがかなり、生成されていて、乾きも早くて、ちょっとローよりもお値段も高いっていうようなオイルになっています。で、ボイルドっていうのは、またさらに、生成されていて、でも金属とかのコバルトとかも入っているので、マスクをして取り扱う必要があるようなものです。で、今回私が使うのは、ローの生のリンシードオイルになります。弱点が1点あるとすれば、そのスタンドのオイルよりも少し乾きが遅いっていうことだそうです。ただ、この間作った時にはそれも全然感じなくて、これで十分ではないかと思います。で、あと、ココナッツオイルですね。ココナッツオイル。で、あと今回は、エッセンシャルオイルでペパーミントを入れたいと思います。で、ペパーミントなんですけれども、マウスのリペラントもあるし、あと何かそのお掃除をした時にいい匂いになるのでいいのではないかなと思います。で、あと使う道具なんですけれども、湯煎にかけて溶かすので、湯煎にかける用のお鍋と、あとビーワックスを入れて溶かす用の小さなお鍋と、あとかき回すものだったりとか、スプーンであったり、かき回す棒ですね。お箸でもいいと思います。で、あと計量するもの。で、あと計量の量りですね。こちらで大丈夫です。で、あと入れる、こういう、前回はこのティンの、ブリキの容器を使ったんですけれども、今これオーダー中でまだ来てないので、今回は、空いている容器に作っていきたいと思います。それではまず蜜蝋の方を測っていきたいと思います。ビーワックス、今回のレシピでは 20g 必要になります。で、豚さんと少し微調整が必要なので小さなかけら。蜜蝋は小さい方が取り扱いが簡単かと思います。今まだ 19g ですね。20g 欲しいんですけれども、
今 20g になりました。で、次に、アマニ油の方を計量していきたいと思います。で、今回のレシピでは1対5で蜜蝋1に対してオイルを5で作っていきたいと思います。で、前回私が、試しで作った時には1対4だったんですけれども、1対4でも全然良かったんですけれども、今回は少し別なレシピにトライして一番ベストなものを使っていこうっていう予定ですので、1対5の方で調整したいと思います。なので、70ml 必要なんですけれども、このリンシードオイル、アマニ油なんですけれども、72になってしまったので、少し取らないといけないです。容器がないので、ちょっとこの容器に。今ちょうどこれ取ったら70になったので、で、こんな感じの色なんですけれども、匂いはなんかミスみたいな感じですかね。そんな感じの匂いになります。色は茶色、透明の茶色っていう感じです。はい。アマニ油を計量している間に、ビーワックス、蜜蝋の方がこのように溶けました。溶けましたので、この中に先ほど計量したアマニ油の方を少しずつ入れていきます。で、アマニ油の方が温度が低いので、この中に入れると少し濁るかと思います。で、ちょっと温度の方を弱くして入れます。こんな感じで濁っていくので、これを少しずつ透明になるまで溶かしながら加えていきます。このレシピなんですけれども、概要欄の方に紹介したいと思いますので、ご自分で作りたい方は作ってみてください。で、先ほども言ったように、将来的には、私の方も商品化して購入していただけるようにしたいと思っています。で、今こんな感じでアマニ油の方を溶かします。で、ビーワックスなんですけれども、蜜蝋っていうのの、効果が防水ですね。そしてこのアマニ油の方が、木のトリートメントですかね。になるので、木に栄養をあげるみたいな感じになります。で、今回はこれにココナッツオイルも加えるんですけれども、これだけでも全然大丈夫なんですけれども、ココナッツオイルも木にとってすごく木であるとか、あと革ですね、レザーにとってもすごくいいオイルなので、これも加えていきたいと思います。で、今から今度この溶けたものを容器に入れていきます。本当ならこのブリキの缶とかガラスの容器を使いたいんですけれども、今日ちょっとたまたまないので、空いてるコンテイナーに注いでいきます。ちょっと容器の、種類とかもバラバラにしたんですけれども、どれが一番使いやすいのかなっていうのを自分で見たいのと、あと、どれぐらいの量を入れるのが一番使いやすいのかなっていうのを見たいと思いました。まだたくさんあるので、もう少し容器を準備したいと思います。日本のお菓子が入っていたいい缶が見つかったので、ちょっと今回はこれを使いたいと思います。
で、一回蜜蝋に道具を使ってしまうと、蜜蝋がもうこびりついてしまって、ただのオイルと違って洗ってももう取れないので、もうその蜜蝋用におろさないといけなくなります。さっきいっぱいこぼれたので、今回はこのロートを使いたいと思います。でも結構いっぱいになりました。で、前回このビーワックスクリームを作った時に、いろいろ試してみたものをご紹介したいと思います。すごく匂いも良くて、綺麗になるのでテンションが上がっていろんなものを試してみたんですけれども、まずこの木でできている、何でしょうこれ、容器というかオブジェなんですけれども、これも磨いたらピカピカになって、木も元気になりました。で、あと、海岸でたくさん流木を拾ってきたんですけれども、バケーションに行った時に、その流木もこのビーワックスクリームで、拭いてみました。で、そうすることによって防水効果があるので、何かクラフトなんかを作った際にお外で使うようなものを作っても腐りにくくなるっていうような効果があるかと思います。で、あと私の犬の、トリミングとかを自分でやってて、こういうハサミとかがあるので、このハサミとか工具ですね、こういうのを、お手入れするということで、拭きました。で、そうすると滑りも良くなります。で、あとこれはそのうちの巣箱を開ける道具なんですけれども、それもこのビーワックスクリームでとすごいピカピカになります。で、あとは、誰のお家にでもあると思うんですけれども、お気に入りのバッグとかですね。これはフランスの革職人さんのところで作ったバッグなんですけれども、こういうのを、革のお手入れということで拭いたり、で、あとこちらもですね、こういうバッグを拭いたり、あとこの取っ手のところとかですね、そういうところもケアしてあげるとすごく長持ちするし、防水効果もあるので、本革だと雨の日はやめようとか思うんですけれども、使うのを。でも、防水効果をしてあるので、使うことができます。はい、今2時間ほど経ちました。乾かしてから。で、こんな感じで、もうすでにだいぶ固まってるんですけれども、リンシードオイルのローだとなかなか固まりにくいっていうことを聞いてたんですけれども、そんなこともなく、結構早めに固まっていました。ちょっとこれをスクープしてみたいと思います。すごい柔らかいですね。もう、これこそ本当にクリームのような感じで、ついてきますね。で、例えば、こういう革のバッグとか、本革のバッグとかあると思うんですけれども、こういうところに塗って、革をお手入れしてあげる。で、終わった後、乾いてる綺麗な布で拭いてあげると、またピカピカになるかと思います。こっちの方が拭いた方ですね。すごいピカピカになってますよね。で、あと、こういう持つところとか、傷みやすいので、お手入れしてあげたり、あと、こういう、木の小物とか雑貨ですね。こういうのも、拭いてあげたらいいんじゃないかと思います。で、木目に沿ってですね、こうやって、お手入れしてあげて、で、後で、別な綺麗な方の乾いている布で拭いてあげる。これは一度実は前のワックスでやったので、あんまり変化がわからないかもしれないです。で、あと例えばこういう流木とかですね。これはすごい柔らかいですね。す
染み込んでいくっていう感じですね。もう絶対お掃除がこれ使ってたら楽しくなるので、皆さんも作ってみてください。あとは、息子の革ジャンとかですね。こういう革ジャンとか、これも少し綺麗にしたんですけど、革の部分とか入れてあげると、すごいピカピカになります。で、取ってあげる。そうすると、雨の日とかでも水を弾くので、いいと思います。で今回、1対5のレシピで、前回1対4のレシピで作ってみたんですけれども、1対4の方がちょっと固めでワックスっていう感じで、1対5だとクリームっていう感じでできました。で、ちょっとまだ、乾かしがやっぱり足りないみたいで少し溶けてきてるので、少し待ってもう一度使いたいと思います。概要欄の方にレシピの方載っけておきますので、興味のある方は作ってみてください。それではまた、次回のビデオで会いましょう。これが暖炉なんですけれども、暖炉の上のマントル、ここを全然掃除してなかったので、今からこの作ったビーワックスクリームを使っていきたいと思います。で、少しここやったんですけれども、やった場所とやってない場所明らかに違いますよね。で、これビーワックスを塗ることによって防水効果があるので、お水を弾くようになりますし、で、オイルがあるので、木のトリートメントにもなります。全然これ、アントリーテッド、トリートしてない、ケアしてない木だったんですけれども、こうやることによって、ツヤも全然違うし、ツルツルだし、これでもっと長持ちするんじゃないかなと思います。たまにはこうやって、木のお手入れとかをしてあげるといいですよね。木の芽に沿って塗ってあげた方がいいみたいです。こっち側が今ビーワックスクリームを塗った方ですね、木工用の。こっち側が塗ってない方。全然明らかに使い方が違いますね。あとツルツルさも違いますね。暖炉の方はだいぶ綺麗になりました。で、ついでにその暖炉を片付けるような、別のお掃除グッズがあったんですけれども、そちらの方も今磨いてみました。そしたら見違えるように綺麗になりましたので、こういう工具とか、こういう道具みたいなのにも使えると思います。これを使いました。こうやっていくとお掃除も楽しくなります。これを使えばよかったんだっていう感じですね。これでしばらくケアしなくても大丈夫かと思います。シャベルもこんなにピカピカになりました。ビーワックスクリームいかがでしたでしょうか。これからもミツバチの生産物を使って作ったものを紹介していきます。アメリカの生活の様子も紹介しますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をして次回も見てください。